大阪を出発しまして、国道477号線を走っておりますが、今はですね、京都の方に抜けてきまして、亀岡を走っております。今日も目的地はですね、あまりというかほぼ決めておらず、休日の S660 のドライブを楽しんでいます。最近のドライブは兵庫県、和歌山県と来まして、今日は京都府の北側をとりあえず目指していこうかなと思って走ってます。今の時間が9時過ぎということで、途中高速道路を利用しながら京都の北側に向かっていって、気持ちいい時間帯をドライブできる方がいいですから、ちょっとだけ高速移動しまして、京都の京丹後の方面に向かっていけたらなと思ってます。ナビセットしてるんですけどね。もう少し朝早くから動けたらドライブコースもいろいろと広がっていくんですが、なかなか朝起きることができなくなってしまいまして、近場というほど近場でもないんですけど、あまり遠くに行かないドライブが続いてます。走っている道もかなり気持ちがいい道です。ドライブなんてね、どこを走っても気持ちいいもんですけどね、その混雑してるとちょっとね、気持ちよさというか爽快感はなくなりますけど、僕はだからどちらかというと街中を走るよりかは山手の方を走る方が好きですし、自然の多い景色の方がなんか見てても癒されますしね。たまには都会をドライブするっていうのは面白いかもしれないですけど、大阪市内とかあまりにも走ってないので走れないかもしれませんけどね。ここから京都循環道に乗っていきます。この先は京都循環道を通ってどこまで行くんですかね。おそらくどこまで行くんだろうナビ任せにしててわからないっていう感じなんですけど、橋立の方まで行くと思います。
早くも妻からの要求で道の駅のあるパーキングエリアでトイレ休憩をします。あ、入れてる？トイレ休憩を終えまして、この先どれぐらいですかね。あと4、50分高速道路で走ることになると思います。今日から有給休暇とか使うと4連休の人とかも多分4連休なのか、金土日月か。普通の会社に勤めてる人って言ったらいいですかね。普通の一般的なサラリーマンの人って言ったらいいんですか。勤務をしてる人だったら今日有給を使うと4連休とかできるんで、子供さんとかも夏休みとかに入るタイミングになってくるので、お出かけする人も多いのかもしれませんね。まだ10時にもなってませんけど、アジムの里そこそこ人がいてました。まあそもそも人気の場所ではあるとは思いますけども。中もすごく混んでた。ああ、そうなんや。皆さんに混んでるから。妻の話によるとお店の中ですね、結構混雑してたらしいです。中華に入って最初のパーキングエリアでもあり道の駅でもあるので、確かにね、寄って買い物はしやすいんですよ。中からだけじゃなくて外からも入ってこれるので道の駅にはなっているので余計多いのかもしれないです。関西に住んでいるのでどうしてもドライブコースが関西に偏りがちなんですけども、少し時間ができたら関西から出ていきたいんですけどね。宮津市に入ってきました。宮津の天橋立の出口までやってきました。天橋立は文殊川と与謝川と2つ出口がありまして、与謝川がどちらかというと北側になるんですよね。文殊川が南側になったと思います。
した。ここからはですね、京都縦貫も終点となりまして、一般道に道を変えていきます。気温は32度ですね。車の気温計でですね、とかって言ってたら33度になってます。しばらくは街の中を走るルートになりそうです。今は国道312号線に来ております。こういったら丹後王国食の都があるのか。ようやく街中を抜けてきた感じですかな。312号線の方を、西に向けて進んでますけども、この先は久美浜の方に向かっていこうと思ってます。久美浜から海沿いの道に出ることができるので、海沿いの道をドライブしていこうと思ってます。国道側が一時停止、珍しい。ようやく田舎の道に入ってきたなーって感じがしますね。走ってて偶然にでもなんかいいものがあればちょっと寄り道はしていきたいなと思ってるんですけど、そういうものにそういう場所に出会えるかどうかは運次第ですね。事前にいろいろ調べていってたら別だとは思うんですけども、ただこういう感じの道は大好きですね。自然の中をのんびりと走れるのがいいんですよね。この先走っていくコースはいろいろとありますけども、海沿いの道は海沿いの道走ろうと思ってるんですけど、このまま京都方面を走るか、それとも兵庫に抜けることもできるんですよね。どっちに行こうか悩み中なんですよ。なんかこういうところでね、どっちのルートに行きますかみたいな質問をしたら速攻で返信が返ってくるみたいな、なんかね、そういう仕組みが作れたらいいと思うんですけど、今回は自分で選択してドライブをしていこうと思いますので、
まして久美浜町に入りました。砂丘スイカ、砂丘スイカって鳥取じゃないの？この辺にもあるの？兜山かも。ちょっとこっち行ってみようか。わあすごいねあれ。お昼時になってきたので、この近くにあるですね、道の駅久美浜3会館にちょっと先に行ってみようと思います。ここでご飯食べるつもりなかったんですけどね、ご飯を食べるというかちょっと寄り道をしておきます。でこの今は見えてないんですけど、左手奥の方に久美浜湾があります。いいとこ見つけたの？そっち行ってみる？音でね、久美浜3会館に到着です。大型発車かな。よいしょ。この先に久美浜湾をなんていうのかな、一望できる公園みたいなところがあって、そこまで行って道の駅でお昼ご飯買ってきましたので、そこでお昼ご飯を食べていこうと思ってます。でその後に妻がソフトクリームのお店がラージ牧場みたいなところがあって、そういう場所を発見しているので、そっちの方にもちょっと行ってみようかと思ってます。あとは兜山公園とかに行くと山の上から見る景色も結構いいみたいですけどね。ここか。あ、そこやん、すぐそばやん。あ、久美浜が出てきた。なんか盛況な感じやね。車がいっぱい止まってる。
街歩きしても良さそうやなーって感じがすごいするんだよね。普通になんか情緒あるというか、田舎に来ましたっていう。どこだったかな。やったかな。道の駅久美浜山海館で買ってきたやつですね。レストランメシール特製天巻きを買ってきまして、これをちょっと食べてみようと思います。ではこちらの天巻きをいただいてみます。うまい。もう一つが穴子天巻き、こっちも食べてみますね。いや、めっちゃたっぷり、めっちゃ穴子たっぷり入ってます。めっちゃボリューム、竹串の中に穴子の旨味が詰まってる。そっちから出るのか。せっかくなので久美浜湾の周りをちょっとぐるっと回ってみようと思ってます。昔ながらの建物が多そうな感じ。
昔ながらの建物が、これもなんかソフトクリーム屋さんあるね。わあ、匂いデーラねえ。これ右回っていくのかな。わあ、ここも綺麗なとこやね。ああ、ゴルフ場があるんか。面してんのか。なんか猫いたね。これ商店橋ちゃうかな。多分ね、そっち側が日本海側になると思う。こっち違うかな。わあ、でも景色綺麗な右なんかな。もうちょっと先なんか。もうちょっと先やね。出てるから。そうやね。なんか全然あかん方に行ってる。ちょうどジャージー牧場の前に出てきた。平屋ミルクジャージー牧場っていうところに来ましたね。こう止めていいんよね。え？
妻がたまたま見つけた単語ジャージ園だったっけ、何でしたっけ、忘れちゃった。空っていうジャージー牛乳使ったジェラート屋さんというかソフトクリーム屋さんというか、めっちゃ美味しかったですね。人いっぱいでした。少し並びましたけど、そんな待ち時間はないんですけども、でもまあ平日のこの時間に来てることを思うと結構人多かったんじゃないかなと思います。海沿いドライブしようと思ってたんですけど、なんだかんだ言って久美浜だけでめちゃめちゃ楽しんでしまってるという、なんかそういう風になってますけども、この先は道の駅で見つけたなんか珍しい、この土地でしか食べれない希少なメロンが販売されてたんですけど、帰りにそれを買いたいなって言ってて、ちょっと今から向かう先ですね、直接そのメロンを出してる農園があるみたいなので、ちょっとそっちの方に走りに行ってみようかなと思ってます。って言ってももちろんこの辺りなので近いんですけどね、その農園にちょっと見に行ってみて、買えそうだったらメロンを買いたいなと思ってます。幻のメロンって聞くと買いたくなるんですよね。ただ持ち歩きをしないといけないので、まあね、助手席今日は妻と一緒なので妻に迷惑をかけるっていう、そういう問題点はあるんですけどね。上がってた？景色綺麗でもない。でも海見えるね。海水浴場があるんだけど、これだね。もうないかな。これあれかな、ここ止めていいんかな。この辺でしか買えない、ちょっと本当レアメロンが生えたんですけど、妻の膝の上がえらいことになってきまして、この先ドライブを楽しむことができるんだろうかと思いながら、もう荷物がですね限界を迎えているのと、このメロンがですね車の中に置きっぱなしにすることができないんじゃねえのかっていう、だからそういうのもありまして、この先のドライブをどうしましょうっていうところですけども、こ
この先国道178号線の方に向かっていって、日本海沿いの道をちょっと走りに行こうと思ってたんですよね。すでに2時半っていう、久美浜が想像以上に楽しめました。この左手に行くと夕日ヶ浦温泉とかもあるので寄ってみたりしたかったんですけども、夕日ヶ浦の方は海水浴場があって、この時期海水浴場に行っちゃうとちょっとね、車ちょっとしか止めなくてもお金がめっちゃかかってしまうっていう欠点があるので、海水浴場は今回は避けようと思いまして、このまま進んでいきます。朝ちょっと遅めに出たら久美浜だけで1日過ごせますね。いける？あれでも寿浜こっちやから天気単語っておーい、ここ寿浜だったらどっちやったっけ。なんか一回あれかな、船の事故かなんかで重油まみれになっちゃって大変な時があったような記憶があります。この辺じゃなかったかな。違うな。これ道の駅じゃない。これやったと思う。このちょうど右手が塩屋さんで、ここの塩美味しいんですよ。これ塩プリンとかがねうまいんですよ。わー綺麗。ちょっと晴れてたらよかったんでしょうけど、この時間若干曇ってきまして、日本海が見えてきました。おー綺麗綺麗。めっちゃ綺麗。めっちゃ綺麗です。やばー。
半後に寄り道をします。なかったっけ？なんか一緒に来た記憶があるんだけど、なんか一緒におにぎり食べた記憶があるんだけど。立岩の方に向かって行ってみましょう。タイミングよく信号変わったね。あ、そうなの？綺麗ですな。こっちやったね、カメラね。ああ、そうやね。カラスが2匹。ね、丹後松島。このドライブコースにね、ちょっとカーブ続きます。
178号線も素晴らしく走りやすい、海が見えるいい道です。そしていい感じのワインディングが続いていきます。京ヶ岬灯台ちょっとだけ寄ってみる？あっちの灯台の方まで歩いていかんくても景色それなりにいいんちゃうかな。京ヶ岬灯台を見ようと思ったらちょっと山道行かないといけないんで今日はやめておきましたが、こちらの方に来てもですね絶景を見ることができます。この先寄ろうと思えば寄れる場所はですねまだまだありますけども、ここからは大阪に向かって帰っていこうと思います。伊根町に入ってきます。いやーすごい道ですよねここ。本当に海岸線沿いに道が続いていくのがよくわかります。ワインディングも続きますしね。国道178号線は本当に走っててドライブをするのに超いい道だと思います。海が好きだったら、海見ながらドライブが好きだったらこの道ありっすよね。止めるところもねところどころにちょこちょこありますし、これ止め出したらキリがないんですよ。超いいですね。そうこういうところとかでも止めたら全然あれやし、どこ見ても海でめっちゃ綺麗ですもんね。この辺がカマニオとかですね。
道の駅の船屋の里稲に行くことができますが、今日は寄らずに直進していきます。稲の方はなんかすごく混雑しているらしいので、なんか行くタイミングが難しいですよね。府中側ですね。笠松公園とかがある方です。左側に橋立はちょこちょこ見えるんですけどね、建物がないところじゃないとダメなんですけど、ここまで来てだいたい京丹後の山道をですね、山道じゃない、京丹後をぐるっと一周したようなドライブルートを取りましたので、この先は再び高速道路に乗って帰っていこうと思います。
道の駅に行って、道の駅久美浜山海館に行った時に見つけた、本当に偶然でこういうメロンが売ってるのを発見しまして、でそれからこのメロンが売ってるですね的場農園っていうところを見つけて、でそこに直接買いに行ってみました。幻のメロンということで買うことができるっていうのがそもそもなかなか買えなくて、地元に行かないと買えないみたいな、そのようなメロンです。せっかくなのでこちらいただきます。いただきます。これはほんまに美味しい。